だから言語も学ばなきゃいけない。そうだ、ケニオ派の違いで違う意味になるみたいな。意外といけちゃう。もっとでかいバイクを買いたい。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。それでは本日のお客様です。自己紹介の方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。コンポーザーの、中西青葉と申します。これまで携わったタイトルとしてはベヨネッタオリジンズ、セレッサと迷子の悪魔で、リードコンポーザーを務めておりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。私の方でオールフ・サンティアゴと申します。クローバースにゲームプレイプログラマーと務めます。コロンビアに、アストルというアクションゲームに働いてクローバースに入社します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速じゃあもう最初もうオールからいこうよ。私の、今ハマってること、何やってますか？今ではないけど結構前ですけど他の話は考えなかったから、バイクの話と思ってた。3ヶ月前にやっと日本に免許を取ってバイクを買った。ここにひもえといろんなところにツーリングに行ったことがいました。日本に来る前から免許を持ってた？コロンビアの免許を持ってたけど、日本に外面切り替えできなかったので、日本にもゼロからドライビングスクールからもう一回切り替えできないの？できなかった。わかんないですけどね。国によっては違う。そうなんだ。なんか最近抜け穴使う人がいてちょっと厳しくなるみたいなニュースも見た。そう、それも厳しくなった。で、例えばイギリスは左側に運転するので、それはすぐ外面切り替えできるんですけど、コロンビアと日本に政府の関係はそんなにないので、すぐ外面切り替えできない。でもアメリカはすぐできるよね。いや、アメリカはできない。例えばカリフォルニアとかそのところはできない。そんなに特別なところだけはできる。なるほど。なんか俺の連れでアメリカに住んでたやつが向こうで免許持ってたんだ。あと2日だったかな、あと2日アメリカに滞在して、で日本に引っ越せば、その免許切り替えられる権利が発生したんだけど、なんか親の都合でも引っ越してきちゃったから、結局日本で免許出したっていう。私も外面切り替えやりました。で、そのコロンビアのそのバイクの免許は何 cc まで乗れるやつだったの？300cc。300cc の区切りなんだ。はい。なるほど。じゃあこっちが小型免許だ。そう。いや、中型。じゃあ日本では中型取ったってこと？そう、中型を取った。なるほど。日数どのくらいかかった？ 2、3ヶ月ぐらい。仕事しながらだもんね。そう。週末に行って、土曜、日曜に行って、時々夜の時、仕事の後すぐあそこに行って。そうなんだ。筆記テストだった。そう、筆記テストも。でも当然日本語やんね。日本語で。日本語でやるって、普段喋るこの言葉は分かるかもしれないけど、交通ルールとかやったら難しいことが。それはすごく難しかった。なんで、でもテストを前に学校にいろんな復習テストがあって、あそこからなんか難しいことを学んで、あそこから。だから言語も学ばなきゃいけないよ、それ専門用語ね。なんか法律的な言語だけ使ってるので、それは多分はもう覚えてない。その言語は。それ難しいわ。しかもなんか僕バイクの免許持ってないんですけど、自動車の免許の筆記テストって、その引っ掛けって言われるやつがあって、ちゃんと日本語が分かってないと、正解できない問題が何問か仕込まれてたりするから、そういうの大丈夫？そう大丈夫でした。もう取ったよ。取ったから大丈夫。でした。なんかもう巧妙なさ、ひねりが隠されてる問題とかあるよね。そうだ、ケニオ派の違いで違う意味になるみたいな。そう、例えばこのサインを見たら止まれの意味
はいの、イエスのみたいな、でも止まれだけではなくて止まれ駐車もできないというのをそういうの質問がある。そうなんかね、ずるいのがそうずるいばっかりの質問。分かってるよ、そんなこと。そうそれを突破してるっていうのがすごいなと思って。いやでもそう読むとか言語をよく分かってるんですけど、話す時は結構悩んでてなんて言うとか、でもまあ読んだらまあ全然大丈夫。そうなんですさすがやな。日本人でも大変だって言いますもんね。いや私に関してはもうバイクも車も免許ないので、すごいですああ、いえいえ。車取らないの免許。取りたいんですけど、なんか自分が運転したら事故しそうな気がしてなんで？どうかな。いや結構さ、そういうふうに言ってる人でもさ、ハンドル握ると人変わる人いるじゃん。意外といけちゃう。意外と。攻めそうな感じ。でもね、なんか気持ち的に攻めるタイプの人の方が俺運転安全だと思う。ああ確かに。ね、例えば合流とか。合流とかでなんかそのあまり譲り合っちゃってゴツンみたいなさ、早く行けってのあるじゃん。結構ね、強引に行けって言った方がね、良かったりするのよ。そういう気持ちになれるかどうか。結構だから違った自分が見えるかもしれない。確かに結構運転したい人はちょっと走るとか、そういうこと結構あるんですよね。僕も車乗ると、まあ、性格変わってるか一緒かわかんないですけど、口は悪くて。これ収録できるかな。俺のさ、アンガーマネージメント、テクニックがあるんですよ。もう車運転してる時とかも、もうなんかね、イラッてしたことがあると、見えないところで中指立てるんですよ。道歩いてる時とかでも、なんかその目の前通られたりしてイラッとすると、もう歩きながらもう手を中指立てる。そうだから車運転してる時とかもイラッとしたらもうこう下でやるとスッとするのよ。これちょっとぜひね試してみてほしい。確かに。仕事中とかでもうイラッとしたらもうそういうの神さんが仕事中こうやってなんですけど、隣の席いるし今言わせてるやんみたいな。見えない見えないこれ結構いいよ。もう公の場で。公の場で。で後ろに行くんでも中指立てる。まあでもなんか自分の中でこう消化するみたいなのはなんかあると思う。確かにいいかもしれない。ちょっとでもそのなんていうのかな、何がしかの形でアウトプットすることでちょっとスッとするので、うちに溜めるような。これでもこれも車運転する時もちょっとやってる。でもバイク運転ながらそれはできないよね。すぐバレちゃう。でもハンドルにながら中指でできる。可愛いかもしれない。でも例えば日本になんか道を譲るの人はなんかありがとうっての意味はなんかブリンカーを出すんですよね。つけるね。私のバイクはそれできないのでそのままにありがとうってそういう手で、でも逆にそれをアンガーマネジメントをしたらみんな笑えちゃうから。親指下げるってこと？そう。ダメすぎるでしょ。でも確かにそのね、ハザードするよりこれの方が生きでいいんじゃないですか。それはかっこいいよね。何のバイク乗ってるか聞いてもいいんですこれ。あ、モトクロスなんだ。へえ。エキサイトバイク。そう。エキサイトバイクじゃない。ジャンプとかしないけど。しかもあれ手前になんかキャンプグッズみたいなの置いてるの、あれ自分の分？いや、これは自分ではない。一番かっこいい写真を見つけた。同じタイプのバイク。このままのバイクですけど、これは私の写真ではないけど。これは何 cc なの？230cc。結構あるんだ。へで、来年はもっとアドベンチャー、もっとでかいバイクを買いたい。これいつだったの？4月。もう買い替えるの？そう。本当に買いたいバイクはまだ日本に売ってないから。海外にはもう発売したけど、日本はまだ発売されるのを待って買いたいということ。はい。でももう我慢できずにこれ。そう、我慢できずにこれを買った。いつ乗ってるの？普通には週末。で、時々仕事の後に夜の真夜中に走ってるとか。アンガーマネジメントとか、なんか自分の頭にいろんなことがあって、ちょっとツーリングに行こうとか、それをリラックスして、運転収集だけ
わかる。1994年カプコン入社した当時、少ししてからバイク買って、当時、西宮住んでたから西宮からカプコンまでバイクで、本当は行けなかったんだけど、バイクで勝手に通勤してたんですけど、事故だから1時間ぐらいかかったかな。だからもう俺の中では仕事しんどかったから、なんか仕事行くんじゃなくて俺はツーリングに行くから、気持ち的に。ツーリングに行った結果、カッコについちゃう。そういうストーリーで俺は見える。わかるよ。やっぱ乗ると気持ちいいもんね。気持ちと運転だけ集中だから他のことを考えせずに確かに集中だけ。そうね。でバイク操作も楽しいんですけど、なんかリラックスして楽しい綺麗風景を見るとかそんな感じで。たまにエキサイトバイクみたいなバイン。いやそれはまだやってない。それをやりたい。でもさ、こんなの乗ってたらさ、そういうオフロードのコース走りたくない？そう。走りたくてこういうバイク選んでるんでしょ？そういう意味と、私の身長はちょっと高いので、他の普通のバイクに乗ったらなんか狭いな感覚で来ますので、このバイクはでかいから確かに楽に運転できる。確かに。これちょっと足長くないと届かないよね。そう。時々は例えば別の他の社員でツーリングの週末時々に行く。で砂川さんはいろんなところに見せた。でその動画を準備した。バイクにカメラをつけてあそこに撮る。すごい。こんな。砂川さん？前？そう、前は砂川さん。桜そう、桜もう終わりギリギリで見た。それは納車日の撮った動画。これ？そう。納車。そう。砂川あれレンブでやってた人。そう。でこんな感じも綺麗な風景。すごいと思ったらそれを撮った。これどこ？和歌山方面。いいね。そう。これって大きいトーキーじゃないけど、そうインカムで話してるヘルメットの。喋りながら。喋りながら走ってる。ちゃんと交通ルールは守ってますか？もちろん。これは大阪の近くの六甲山って真夜中に行ってで綺麗な景色と聞いた。でもあそこに到着した。峠だから何も見えない。こういう動画で何も見えないゆっくりで走って。あそこに書いてあるのあれ時間？そう。12時なんだ。そう。何も見えなくてゲームみたいに GPS だけカーブが来るとか。そうね。そうなんかちょっと、頂上まで行ったりすると夜景見えるんだけど、道中はね。でこれは同じ道ですけど日曜日ちゃんと見えるの時は全然違う風景。スピードもちょっと出してる。何が来るは見えるからすごく気持ちいい。いいね。カメラさんまだ禁止ですもんね。僕この間三上さんに会ったんですけど、ちゃんと愚直に僕三上さんのバイク禁止で守ってるんでって言ったら、もう俺関係あるって言って。小山さんから。いや僕禁止してますみたいな。言い方しちゃったんですね。でも本当にバイクを乗りたいよ。バイクは乗りたいし、だからやっぱりうずうずしてるから、こういう動画見たりとか近くでなんていうのエンジンオイルの匂い嗅いだりとか、近くでそのバイクをさ煽って、エンジンの振動がビリビリ伝わってきたり、体感するとこうムラムラって2時間ぐらい原付で行き来だからトータル4時間とか雨でも雪でも雪の時とか泣きながら走ってました